まやんです。本日はジムニーの窓が発売される前から、ずっとねジムニーの窓どんな車なんだろうなとかずっとね気になっていたわけなんですけれども、ついにねジムニーの窓をレンタルすることができました。ということで今日はちょっとレンタカーをね借りに、羽田空港近くにやってきています。私はジムニーの JB64 の新型軽自動車のタイプを乗っているんですけれども、愛車のジムニー JB64 と比較してジムニーの窓がどんな車なのか見ていければいいなっていうふうに思っています。ちょっとね早速ねちょっと運転した感じなんだけれども、正直運転した感覚としてはそこまで変わらないっていうのが正直なところなんですけれども、まだ全然ね300メートルぐらいしか運転していないので、動画の後半で実際に運転もしていければいいなっていうふうに思っています。それでは行くぞ。さあジムニーの窓はこんな感じです。めちゃめちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいよ。長い、すごく長い、すごく長くてかっこいい。はあ、うわーかっこよすぎる。ジムニーの JB64 と大きく違うところはここですね。3ドアの黒いグリルとは違ってノマドはグリルがガンメタシルバーのメッキがすごい引き立っています。メタルだメタル。対向車線でジムニーの窓がね走ってくるとねすぐわかるんですよね。これがねシルバー色なのでジムニーの窓だっていう風になるので、ジムニーの窓乗ってる方はもうここがね一つのステータス、ジムニーの窓だよっていう分かりやすいステータスになるので、お顔はねカスタムしない方が多いんじゃないかなっていう予想はします。ジムニーの窓ねやっぱり走ってると私見ちゃうんですけれども、ジムニーの窓の方もちょっとこちらのねジムニー JB64 の方を意識されてるというか、なんかちょっとちらっと目が合うというか、そんな感じですね。やっぱ長いな、これすごく長い。いやすごく長いぞ。多分ねジムニー JB64 はこんぐらいだと思うんですよ、長さが。だけどジムニーの窓だと後ろの部分がね丸々追加されたって感じ。もうここの部分だよね、ちょうどもう線入ってるもんね。ここら辺、ここの部分が新たに追加されてるっていうイメージだよね。この長細い窓も追加されたしっていう感じ。ちょっとじゃあこの給油口を開けてみたいと思います。どんな感じになるのか。これをいい。ジムニー JB64 の時は給油口がねここら辺にあるんですよ。ジムニーの窓はここではなくてさらに後ろの部分にあります。給油キャップはこんな感じ。めちゃめちゃ可愛い。このね外見はねほんとジムニーの窓ピカイチですね。ここのねサイドミラーもねこうラインが入ったやつですよ。後ろ側はこんな感じです。ちなみにね後ろはねジムニーのシエラとそんなに変わりはないですね。もうねジムニーのシエラとほぼ変わらないですね。ここら辺のタイヤの部分がもっこりしてるんですけど、なんかタイヤもね心なしかジムニーの JB64 より大きい気がしますね。めちゃくちゃ大きくない？これは絶対大きいはず。ブレーキランプがあったりとか、バックドアの鍵ですね。バックドアの鍵とここがドアノブで、続きと書いてあります。テールランプがこんな感じです。ジムニーの窓は普通車です。普通車なので白ナンバー。私はね軽自動車なので黄色のナンバーなんですけれども、ジムニーもね JB74 だったら普通の乗用車になるので白色のナンバーなんですけれども、ジムニーの窓も白色のナンバーで走れるっていう感じですね。ここが違うポイント。ノマドという風に書いてあります。ノマド、これめっちゃ可愛くない？可愛いんだけど、ここにジムニーっていう風に英語で書かれていてラインが入っていて、この上にノマドって書かれてあります。 M とか特に可愛くない？このデザイン超かっこいい。これめっちゃ目立つじゃん。続いて車内に来ました。運転席周りはですねこんな感じになるんですけれども、まずもうハンドルはねジムニーと全く変わらないです。もう本当に
全く同じですね。こういったスイッチとか、あとはこのハンドルの大きさとかも。なのでちょっと300メートルぐらい運転したんですけれども、変わらず困ることなく運転できました。なのでジムニーの窓買った方、もともとジムニーオーナーの方だったらもう本当に違和感なくすぐに運転ができるなっていう風に思いました。ここがエンジンで、アイドリングオフのスイッチとかいろいろありますね。はみ出したらこういう風にね教えてくれるよみたいなスイッチとか、事故防止のスイッチとか多々ありますと。ジムニーの場合、ここに私ドリンクホルダーを設置してたんですけれども、この窓も同じようにドリンクホルダーが設置できそうですね。このネジに取り付けると思うんですけれども、ドリンクホルダー設置できそうな空間があります。これがエアコンですね。エアコンもね全然変わらないですね。本当に私がジムに乗った時と同じような感じですね。こんな感じで1回転できて、風止めたい時はこんな感じ、風送りたい時はこんな感じです。ここのね画面も全く変わりませんでした。今風にもうちょっとデジタルな感じになるのかなっていう風に思ったんですけれども、全然ね変わらなかったですね。これはね意外ですね。本当に全く変わらないよ。まあでもこれがジムニーの良さでもあるんですかね。やっぱりちょっと武骨なね感じをねいつまでも残しておくみたいな感じなんでしょうね。ちょっと武骨な、ここら辺にネジがあって、でオレンジ色のねメーターで、後でねエンジンかけてみようと思います。あとはねここにナビがあります。で真ん中にまたクーラーのエアコンのこの送風機があります。これもね変わらないですね。こういう風に右左選べて、ここら辺まで上下するかな。左も同じような感じ。ハザードのスイッチがあって、音はこんな感じ。クーラーですね。さっきちょっとね触ったんですけれども、こんなになんかカチャカチャ言ったっけ。もうここもね見た目は全く変わらないですね。ただこのボコボコあったっけこれでこのね下の4つのスイッチがあると思うんですけれども、こちらも全く変わりませんね。操作する時にちょっとねこのスイッチが重たいんですよ。重たい感じ、結構硬めでね、そうこんな感じで結構武骨な音がします。ここの下が収納スペースですね。今ちょっと鍵がね入れてあったりとか、駐車券が入れてあったりとかするんですけれども、携帯とかね入れておくのもいいんでしょうね。ちょっとね斜め下の方に収納できるタイプですね。ここがねパーキングシフトレバーですね。運転席周りざっとこんな感じなんですけれども、正直全く変わらないです。全く変わらなくて安心感もありつつ、ちょっとこんなにね変わらないんだねみたいな残念な気持ちも自分の中にはあります。なんかジムニーの窓ってジムニーよりもやっぱり値段が高いじゃないですか。例えばこの運転席周りにどこかなんかこう武骨な腕時計みたいな G-SHOCK みたいな時計がつくのかなとか、あとはメーターもデジタルになるのかなとか、いろいろ追加されるのかなっていうふうには思ったんですけれども、やっぱりねそこはね追加されずでしたね。ジムニーと同じ感じで、安心感もありつつ、ちょっと残念な気持ちも少しあるかなっていう印象です。ただねここのジムニーの窓はねここが見どころではないと思うので、次に行きたいと思います。続いて助手席側はこんな感じです。もうね同じようにエアコンがね操作できる送風機があるのと、あとここにエアバッグがありますね。下は収納できるスペースがあるんですよ。助手席側はジムニー専用のカスタムのキットで、なんかここに小物入れが作れる箱が発売されてたりとかもあるので、ここはね小物スペースにちょうどいいかなっていうふうに思います。車検証とかいろいろ書類関係を入れる場所ですね。助手席側のここにも何か書類が入れられたりとか、帽子とか、あとはサンシェードですね。サンシェードが入りそうなスペースがあります。手すりがついています。運転席側の扉にもサンシェードが入れられたりとか、帽子とかね、隙間はねこんぐらいの小さいんですけれども、ちょっと入れられそうなスペースがありますと。でさっき挿入したんですけれども ETC がこちらにあります。右下ですね。 JB64 と同じなんですけれども、 ETC の機械は運転席側のエンジンスイッチの下側に ETC の機械が装着できる箇所がありますと。アクセルのペダルとブレーキのペダルですね。これもね全く変わらないですね。
同じだと思います。でここにね下に左足の置き場がありますね。でこのレバーが2駆と4駆切り替える時に必要なレバーですね。変わらないねここも。でここのね布のスペースあると思うんですけれども、カスタムをしているので小物が置けるような箱が置いてあるんですけれども、同じようにね箱が置けるようなスペースがありますね。でここがサイドブレーキです。これもねジムニー JB64 と同じですね。全く同じです。このスイッチ2つがあると思うんですけれども、運転席がね暖かくなるスイッチがついています。両方ついていますね。ただ後ろの席はねシートヒーターないので、シートヒーターの特権は運転席の人と助手席の人になりますね。後ろの窓のスイッチはこちらで合ってますよね。ジムニーの JB64 は後ろの窓開かないのでね、おそらくこれが窓のスイッチだと思います。でドリンクホルダーなんですけれども、ドリンクホルダーはこの2つここにありますね。ちょっとねジムニーのドリンクホルダーは後ろ側にあるんですよ。なんか大体の乗用車の車って手の届きやすいここら辺にドリンクホルダーがある気がするんだけど、後ろの方になるんだよね。なのでここのドリンクホルダーは使いにくいっちゃ使いにくいですね。こういう風な感じ、後ろに座っている方が使いやすいのかなっていう風に思ったりするんですけれども、ジムに乗ってる方はカスタムねすると思うので、ここにねドリンクホルダーをつけてねカスタム前提なのかなとか思ったりしています。暑いな、暑い今日は暑いのなんのドリンクホルダー後ろなのちょっと不便だな。それでは運転席の座席の方に来たのでエンジンかけてみたいと思います。エンジンかけます。飛行機のようなかっこいいコックピットのような音がしましたね。真ん中の液晶画面は特に変わりはないですね。今 P に止めてあって走行距離がねあって、あとどのぐらいガソリンがあるのかここで確認ができたりとか、今はね2時32分14時32分ですね。で気温が分かったりとか、もうここら辺は変わりはないですね。ナビはこんな感じです。住所東京都、いいじゃん、ここ行く。続いてミラーはこんな感じです。ジムニーのノマドが見えるね。赤色だからさ車体がどこまであるか分かりやすくていいね。サンシェードはこんな感じでついていて鏡付きですね。極めてシンプルミラーですね。やっぱりねミラーがねちょっと小さめなんですよね。やっぱりねここのミラーはジムニーのカスタムで出ているミラーを大きくしてくれるやつをこの上に取り付けた方がいいと思います。拳が123個分ぐらい、これ天井についてあるんだけど、いいね。カラーはオレンジ色で明るさはこんな感じです。そして左側のサンシェードは右側と変わりはありません。そうだジムニーの左側のサイドミラーはですね、さらにここのサイドミラーの下にちっちゃくね足元が見えるようにちっちゃいミラーもねくっついています。これもねジムニー JB64 と変わりないですね。これすごいいいと思います。めちゃくちゃ見やすいし、ちなみにねこの窓の大きさもね特に変わりがないと思います。前側はフロントガラスが寝ていなくて結構立った状態なんですよね。こうだね。これでいいねいいね。後ろ側なんかすごいマジで後ろ側に来ました。なんかもうジムニーじゃないみたい。ちょっとさ左の助手席こんな感じですごいね運転席と比べて後ろ側にねすごい来てるんですけれども、足はこんな感じですね。スレスレ。私身長が160センチあるんですけれども足はスレスレですね。足が短いからなのかなちょっとわかんないんですけれども運転席側の方にちょっと移動してみますね。運転席側の方に移動したんですけれどもめっちゃ余裕がある。ちゃんと座るとグー123個分ぐらいありますね余裕が。ちょっと座席をね目いっぱい前の方にしてみたいなっていう風に思います。はい、今運転席側の座席を前の方にしたんですけれどもこんだけスペースができました。
すごくない？ちょっと待って、ちゃんと座るとこんな感じなんですよ。綺麗に座るとこんなにスペースがあります。1、2、3、4、5、6個分ぐらいあるな。さすがにジムニーと違うところがありますね。後ろは広いかなっていう風に思います。正直ジムニー JB64 は一応4人乗りなんですけれども、4人で乗るには本当に窮屈なんですよ。もう本当に後ろの座席の人たちがもうこんな感じで窮屈に座らなければならないので、もうジムニー JB64 は一応4人乗りなんですけれども、狭いのでもう4人乗りではなくて軽トラックみたいに後ろのねこの座席たちは車中泊する時の座席みたいに倒してるんですよ。常に軽トラックみたいな使い方で、例えばめっちゃスーパーでお買い物した時とかは後ろのスペースに荷物バンバン入れるしみたいな。あとはキャンプの時とかもキャンプギアは座席倒したね上の方に置いてるし、そういう使い方をしてるんですけれども、ジムニーの窓だったらもうこれはね普通に使うのもありなんじゃないかなっていうふうに思います。というか乗用車として使うべきなんじゃないかなと思いましたね。全然ね後ろの座席座れますね。これは正直長距離は移動しづらいなとは思うんですけれども、いやでも全然乗れる、全然4人で移動できるなっていうふうに思います。3ドアと比べて5ドアになって一番分かりやすいのがこの後ろに追加された窓ですね。これがあるおかげで後ろの席のね開放感がぐっとアップした気がします。趣味の車としてだけじゃなくて、この大切な人を乗せたり荷物を積んだり普段使いの乗用車として進化していると思います。反対側も同じように窓があります。で、前の座席のシートの裏にこんな感じでね収納ができるポケットがついています。センスとかうちわを入れたりとか、あとは書類関係を入れたりとかもできますね。ここのね左側にも同じようなポケットがついています。この座席の形とかシートは全く同じですね。基本的なねこういう内装の部品とか大きく変わるといったことはないですね。ジムニーの窓実際どうなのっていう風に思ったんですけど、かっこいいかもしれん後ろの座席のヘッドレスト上げたり下げたりできますね。手動でこうやってグイッと、結構滑らかに動く。身長160センチの私で頭の位置はこんな感じです。ちょっと今一本縛りしちゃってね頭がクイっていう風になっちゃうんだけど、いい感じかも。背の高い男性の方、例えば180以上の方は窮屈だと思います。めちゃくちゃ姿勢よく座ったらこのぐらいの隙間しかないんです。天井の隙間が5センチから10センチの間のスペースしかないな。めっちゃ身長の高い人を乗せるってなったら難しいよなっていう風に思う。シートベルトつけてみようかな。やつを出して、はい。直角とはいえど新幹線みたいに首が前に出る姿勢ではなくて、後ろの方に首がねもたれかかることができるので楽じゃ楽なんですけれども、長距離だとやっぱり大変っていう感じがしますね。でも横幅に関しては前の座席と違って間のスペースもソファーになっているので広く使っても多少ねゆとりはあるのかなっていうふうには思いました。今ねヘッドこういう風に上げたんですけれども、上げ切るとスライドができなくなるので、上げ切った時はボタンをカチッと押しながらヘッドレストを下げるっていった感じ。よいしょ。すごいスムーズにできた。バックスペースはこんな感じです。待ってバックスペースすごいぞ。革命だ。広すぎないか？バックスペース広すぎないか？これはジムニーの窓と全然違うポイントです。大丈夫？これ本当に広いじゃん。もう普通の乗用車じゃん。JB64 は後ろのバックスペースが2分の1なんですよ、大きさが。もうだからここら辺しかない。そう座席を倒さなければもうここら辺のスペースしかないので、買い物をした時も全然荷物が置けないんですよ。だからこの後ろの座席を倒してキャンプギアとかあとはお買い物の食料を置けるみたいな風にしてるんですけれども、これは本当後ろの座席をこういう風に倒さなくてもこのままでいい。全然全く問題ないですね。買い物かごとかもさ全然置けるし、キャンプギアも置けると思う。グーが1、2、3、
1,2,3,4,5,6,7,8個分ぐらいある。グー8個分ですね。すっごいぞ。三角のこういう停止板とかも長さあると思うんですけれども、縦に置けるもんね、こういう感じで。十分じゃない？これね、ジムニー JB64 だったら無理ですね。これはちょっとやられましたね。やりますね。こういう風に小窓があって JB64 にはないですね。待って、これさ、あれじゃない？ライトもあるので、夜とかもね、荷物こうやって探る時に大丈夫なやつですね。ちなみに運転席側にはランプはないですね。バックドアはね、そこまで変わりはないですね。というか全然変わらないな、作り。ジムニー乗りの人はここをねカスタムする方が多くて、板を取り付けてカフェとかしたい時はここの板をボボンって出して机にしてカフェにしたりするっていう方が多いと思うんですけれども、ジムニーの窓もね同じようにカスタムができそうなスペースがありますね。で、上はこんな感じの窓です。ではね、実際にこの車中泊仕様にしてみたいなっていうふうに思います。ちなみに座席を倒すときはここの右上にね、こういったスイッチがあるので、力をグッと最後まで入れて赤い部分が外れるので、これをあとは前に倒すだけで簡単に座席を倒すことができます。後ろ側の座席倒してみたんですけど、こんな感じ。こうか。あれ？できた。それでは今 JB64 と車中泊する時と同じようにシートを倒してみたんですが、まずこんな感じですね。運転席側の前の座席は変わりがないですね。問題なのがこの後ろの座席ですね。まず後ろの座席すごい倒しやすくていいなっていう風に思ったんですが、フルフラットになるのかなっていう風に思っていたんですが、ならないですね。段差がすごいあるんです。フルフラットにはならないよみたいな風には聞いてたけど、初見です。でこれインターネットで調べてみたんですけど、これジムニーのノマド車中泊するんだったらこのデコボコがねフルフラットになるようなその専用のねマットが発売されてると思うんですけど、その専用のねマットをね敷かなくてはならないっていう感じです。ちょっとジムニーの良さが失われてる気がするんですけど、っていうのも一方的にねこうやって言ってしまうとジムニーさんにすごい申し訳ないんですが、多分これを作った理由としては、今までねジムニーってすごい車中泊しやすくてアウトドア向きの車ですごいアウトドア好きの方から重宝されてるというか、すごい支持されてるっていう車だったんですね。実際に四駆もありますし、すごい小回りも利きますし、どんなね狭い林道でもこういう風にね進んでいく推進力があるというか、そんな感じの車だったんですけれども、車中泊はしない想定で作られているのかなっていうふうに思ったんですけど、いかがでしょうか。ジムニーを乗用車として使いたい、4人乗りとして使いたい、見た目もかっこいい、そういった方にはめちゃくちゃいいんじゃないかなっていうふうに思う。ちょっとどうしてもジムニーの窓で寝てみたいよね。試してみたいと思います。やらなくてはいけない、すごく気になるから。なぜならよいしょ、動くよいしょ。身長160センチなんですけれども、150センチ以下だったら眠れそう。まず頭はこんな感じ、足こんな感じ。ちょっとこれ足をぐにゃんってさ曲げて、仮眠だったらいけそうですね。でちなみに今ネットでジムニーの窓フルフラット化っていう風にインターネットで調べてみたんですけれども、ジムニーのどうやらノマドのフルフラットにするやり方があるらしくて、ノマド自体を改造するっていうやり方でした。いろいろネジとかいじって、この座席の座る部分を取るみたいです。座る部分を取って背もたれはそのまんまにして、こういう風に倒すと背もたれの部分がもっと下に行くイメージだから、ちょっとフルフラットにできるみたいな、そんな感じでした。なので改造が必要になる。ではね、今現在地からちょっと近いコストコの
川崎倉庫店に行きたいと思います。約10分のドライブなんですけれども、ちょっとこちらの方までね、一旦行ってみたいと思います。下道のね、走りはどんな感じなのか検証もしてみたいと思います。ちなみに今ね、窓開けてるんだけど、クーラーつけてないからさ、めちゃくちゃ汗かいてるんだよね。顔がテッカテカです。暑い暑い暑い。ということで、コストコで飲み物を買いたい。コストコのビッグな飲み物、ビッグサイズの飲み物を買って、ドライブを楽しんでいきたいと思います。早速ですね、向かいたいと思いますよ。はい。OK。では。じゃあ、行きまーす。おお、ぶつけないようにしないと。ちょっとね、シエラみたいにタイヤの部分がモコってなってるから、車間距離が。駐車券を入れてください。駐車券。料金は500円です。またのご利用をお待ちしております。オッケー。やばい、おばあちゃん、それはトラップだって。うわー、すごい。運転しやすい。すごいよ。ちなみにめちゃくちゃスムーズに走れるし、本当に走りやすい。運転の感覚としてはジムニー JB64 と比べるとやっぱり縦幅と横幅が大きくなったわけなんですけれども、横幅がねちょっと気を使うかなっていう感じですね。横幅がねすごくコンパクトなので気にしないでねガンガン細い道でも行けたんですけど、このジムニーの窓はちょっと細い道になるとめちゃくちゃ慎重に運転しなければならないなっていう、もう違う感覚ですね。これはタイヤのね部分がモコってなってるから、そうサイドミラーでもすごくモコってなってるなっていう風に見えるんだよね。だからねすごい気にしちゃいます。あとはちょっと曲がるときにやっぱジムニーの長くなったので JB64 よりも小回りが効かなくなってしまったので、細い道をね曲がるとき少し気を使いますね。私今運転が下手かもしれません。なぜかというと曲がるときの JB64 と感覚が違うので曲がるのが下手なんですよね。大回りになってしまうというか、そんな感じなのでこれは慣れですね。神奈川県に入りました。ジムニーの JB64 なんですけれども加速がねめちゃ本当にマジで弱いんですよ。高速道路の合流車線とかアクセルベタ踏みに近い時が結構あるんですよ。やっぱり急にスピードを出すってなるとエンジン音がねこううわーみたいな感じでエンジン音の音がねめちゃくちゃ大きく聞こえるんですけれども、の窓はね静かですね。加速、いやいいぞ。全然違うじゃん走りが。全然違うぞ走りが。すごい。横浜鶴見方面に行きます。いやー楽しいな。景色はねほぼ変わらないんですよね。だからすごいね愛着というか親しみは湧きやすいですね。鳩が来そうだった今。大丈夫か。よし、高さも大丈夫だね。クリアだね。 2.3 メートル以内立体駐車場大丈夫でした。よしオッケー。はい、ここら辺に止めたいです。ここら辺に止めさせてください。なるべく人がいないところがいいんだよな。なるべくちょっと人がいないところに行きたいと思います。レンタカーだしちょっと怖いのでね。ちょっとここマジか。駐
車が今サイドミラーを確認してラインからはみ出ていないかサイドミラーを確認しながら行きたいと思います。大丈夫？ OK？ 大丈夫？こっち側は大丈夫だ。 OK です。できたできた。よし OK ピンにした。それではコストコに着いたのでちょっと飲み物を買っていきたいと思います。コストコね、撮影 OK になったからカメラも持っていきたいと思います。楽しみ。ジムニーのこんな感じで駐車ができました。コストコのね駐車枠は結構大きいと思うんですけど、こんな感じですね。ジムニー JB64 を駐車したらもっと余ると思います。かわいい。ジムニーの窓だから縦長で長いです。キャンプ道具見っけ。もうアメリカの庭に置きそうなバーベキューセットがめちゃくちゃある。キャンプの椅子とかキャンプのテーブルとかもめちゃめちゃ置いてあるし、こっちにはゴルフですね。ゴルフグッズ、ゴルフクラブもあるし、傘もあるし、サングラスもあるっていう感じ。でかっ。待って、でかい。いいな。でかっ。大家族だ。これはコールマンいいよね。やっぱり一周回ってコールマンいいことにもうね1年前ぐらいから気づいた。それではコストコででっかいビッグサイズのウーロン茶とホットドッグを買いました。ホットドッグをセットで買ったら180円なんですけど、180円でこれだけついてきます。私やらかしてしまいまして、コストコでホットドッグは過去に1回だけ買ったことあるんですけど、ホットドッグってさ、ケチャップとか具材を自分で乗せるじゃん。なんですけど見てください。見てこれ、やばくないこれ。マヨネーズもマスタードも玉ねぎとか乗っかったソースとか全部かけるの忘れてきちゃいました。終わった。こんな感じ。もうってでもちょっともうお腹が空いてしまったし、また入るのもちょっと恥ずかしすぎる。コストコってさ、入るときカードの認証とか、あとは出るときもこれ買いましたよみたいな感じで見せるじゃないですか。2回目、この短時間でこのスパンでの2回目はあまりにも恥ずかしすぎる。なのでいただきたいと思います。あまりにも恥ずかしいからね。お昼ご飯食べてなかったんでめちゃくちゃ美味しいです。ギルティーさが減りましたね。トッピングが美味しいのにさ、トッピング忘れちゃったから、ソーセージエッグマフィンみたいな感じでさっぱりとしています。美味しいっていうか、なんか朝ごはんに出てきたらめちゃくちゃいいっていう感じ。乾杯。美味しい。4種類5種類ぐらいあったんですけど、ウーロン茶にしました。ホットドッグ食べるからね、ウーロン茶で総裁って感じで。この残りのホットドッグはケチャップとか装飾をしてちゃんと美味しく食べたいと思います。すぐ食べよう、すぐ食べようっていうことでちょっと出発したいと思います。川崎方面だね。よしよしよし。おー、あ、渋滞だ。駐車場出口渋滞です。今さ、車道にあるミラーを見たの。ジムニーがかっこよすぎた。大きい。私が知っているジムニーではないんだよ。今すごい U ターン気味に右に曲がったんですけれども、結構小回り効くかもしれない。意外と。おー、加速がいい。加速がいい。それではガソリンスタンドに着いたので、レギュラーのガソリンを入れていきたいと思います。緊張するんだけど大丈夫かな。私ちゃんとやれる？なんとかガソリンが入れられました。いい感じです。
今ねジムニーのノマドから JB64 まで、帰ってきました。落ち着くね。ジムニーの窓を初めて見たり運転してみたりしたんですけれども、一つ目の良かったところが外観がめちゃくちゃかっこよかったです。 JB6474 では再現できない圧倒的な迫力、威圧感というものがありました。画像で見てもなんかあんまりよくわかんなかったけど、実物を見たらめちゃくちゃ長いです。ただ真正面と後ろから見たジムニーは違いはねあまり感じられなかったんですけど、やっぱりジムニーの窓のねお顔がねシルバーにピカンっていう風に光っているので、対面から見た時にすぐにジムニーの窓だっていう風にはわかるんですけれども、ジムニーの窓の弱点は車中泊仕様。車中泊する時に後ろの座席がフルフラットにならないことが弱点だなっていう風に思いました。ただアウトドアでキャンプする方でテント泊しかしない方にとってはめちゃくちゃ向いてるんじゃないかなっていう風に思いました。 JB64 とは比較にならないぐらい、2倍ぐらい後ろのスペースが広いので、今日もコストコ行きましたけど、コストコでねもうめちゃくちゃ荷物買ったっていう時にも後ろのね座席を JB64 みたいに倒さなくてもバックスペースがね広いので大量のね食料を乗せることもできるし、キャンプギアもねもう難なく乗せることもできるし、ゴルフバッグとかもね入るんじゃないかなっていう風に思いました。結論、乗り換えません。私の趣味とかいろいろ考慮すると乗り換えは不必要だなっていう結論に至りました。ジムニーを街乗りする方とか、これがメインとして使いたい、4人乗せたいとか、そういう方におすすめしたいです。ということでジムニーの窓実際にね見て運転してみました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。